本日はボクシングの感動の試合および泣ける試合トップ10をご紹介していきます。国内外問わず、年代も問わずのランキングになります。なおこのランキングは主観的なものであり、人気や公式に決められているものではありません。そして私個人の各選手への思い入れや、それらの選手の生きてきた道などを踏まえた上で決めています。そのため個人的な好みなども出てしまうところがあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。第10位、メキシコの太陽の落日。2000年7月29日、WBC スーパーライト級タイトルマッチ。コンスタンチン・チュー VS フリオ・セサール・チャベス。チャベスはメキシコで大統領と同じくらい知名度があると言われている英雄です。1980年のプロデビュー以来、パーネル・ウィテカーと引き分けるまで87連勝を記録しています。メキシコの英雄 JC スーパースターと呼ばれています。3階級制覇しており、計6本のベルトを獲得しています。そんなチャベスも年とともに衰えをあらわにしていきます。フランキー・ランドールに敗れ、初黒星を喫し、デラフォーヤとの世代交代戦に敗れ、交代を余儀なくされます。しかしチャベス人気は衰えることを知らず、チャベスは戦い続けます。そして38歳で挑んだ世界戦、王者コンスタンチン・チューの3度目の防衛戦として行われたこの試合は、会場はほぼチャベスファン一色です。王者は入場から大ブーイングで迎えられてしまいます。チューはこれまで24勝1敗1分けのレコードを持ち、アマチュア世界選手権で金メダルを獲得後、オーストラリアのプロモーターと契約したロシア人エリートボクサーです。試合が始まると、チューがじりじりとプレッシャーをかけて前進するのに対して、チャベスは後退しながらビッグパンチを放っていきます。全盛期のチャベスは後ろに下がるなど考えられないことで、プレッシャーを感じているのは明らかでした。そしてパンチを打った後バランスを崩す場面も多く見られます。徐々に劣勢になっていくチャベスは6ラウンドに右ストレートをカウンターでもらい、膝をつきダウンしてしまいます。立ち上がったものの、その後もパンチをもらい続けます。しかしチャベスは立ち続け、前に出続けます。ファイターの本能がそうさせるのではないでしょうか。見事な闘志です。しかしロープに詰められパンチを浴び続けたところで、セコンドがリングに上がったのとほぼ同時にレフェリーが試合を止めました。試合後メキシコのファンは王者に対して物を投げつけブーイングしますが、王者チューはチャベスのところへ行き、敬意を表していました。この試合は日本でも放送されましたが、解説を務めた元世界王者の浜田剛さんは、思い通りに体が動かないですねと試合中何度も言っていました。浜田さんとチャベスは同時期に一つ違いの階級の世界王者であったため、浜田さんとしても思い入れのある選手で、思うように動けないチャベスのもどかしさを自分のことのように思っていたのだと感じました。全盛期を知っているファンはみんな、もどかしさと悔しさを感じた試合であったでしょう。この日、一つの伝説に幕が下ろされたのでした。第9位、娘に伝えたかった諦めない心。WBA スーパーミドル級タイトルマッチ。アンソニー・ムンディン VS 西澤義則。2004年1月19日。西澤選手は名門米倉ジムに19歳で入門し、20歳でプロデビューしています。パンチが強いのが技ありし、拳の怪我に何度も泣かされます。3年間で6敗2分けと勝ち星に恵まれなかった日々を過ごします。3度の日本タイトル挑戦に失敗してしまいます。しかし西澤選手は諦めず、31歳で4度目の日本タイトル挑戦でタイトルを獲得します。しかしミドル級というクラスは激戦クラス。なかなか世界のチャンスは回ってきません。しかし不屈の男、西澤選手は諦めず、試合をこなしていき38歳で初の世界挑戦をします。敵地オーストラリアに乗り込んでの試合でした。奥さんと5歳になるマナ娘のゆかちゃんも現地で応援しています。チャンピオンのムンディはオーストラリアの先住民であるアボリジニで、父親もプロボクサーでした。ここまで19勝 15KO いっぱいのレコードを持つハードパンチャーです。西澤選手はアウェイとは思えないほど落ち着いた表情で入場してきます。試合が始まっても西澤選手はいつも通りのボクシングを展開していきます。第2ラウンド、観客席からパパーと叫ぶ声が何度も聞こえてきます。リングサイドで応援している娘さんの声です。その声援に応えるように西澤選手は右のカウンターでダウンを奪います。チャンピオンは立ち上がりますが、西澤選手はペースを握るチャンスです。しかしそこでラウンド終了のゴングになります。流れをつかみかけている西澤選手ですが、次のラウンドからチャンピオンが底力を見せつけます。3ラウンド開始から猛攻を仕掛けるチャンピオン。西澤選手も臆せず打ち合いに応じます。
中盤から展開は落ち着きますが、チャンピオンは休みながらスピーディーなジャブを打っていきます。続く第4ラウンド、西澤選手はチャンピオンのクロス気味の右を立て続けにもらい、ダウンを喫してしまいます。すぐに立ち上がり笑顔を見せますが、ダメージは明らかです。チャンピオンはここぞとばかりに仕留めにかかりますが、西澤選手も執念で打ち返します。このラウンド終了後、地元オーストラリアの解説者は西澤選手のタフさをサムライスピリットと形容していました。しかし第5ラウンド、西澤選手はチャンピオンのパンチで2度目のダウンを喫してしまいます。すぐに立ち上がりますが、レフリーはそこで試合を止めました。この試合のハイライトは試合後にやってきます。敗れた西澤選手の娘さんがリングの上に上がったのです。父親の敗北を目の前で見た娘さんは涙を流しています。そこで西澤選手はこう言います。このシーンはオーストラリアのテレビでも放送され、勝ったチャンピオンではなく、この場面をカメラで映していました。そして解説者は、美しい光景ですねと感動の言葉を送り、西澤選手を本物の選手と称えています。ムンディ戦後の4月10日、西澤選手は OPBF 東洋太平洋スーパーミドル級王座を勝ち取り、この勝利は娘にプレゼントしたいと思いますと涙ながらに言いました。西澤選手はこの後も現役を続け、なんと47歳まで戦い続けました。諦めない不屈の闘志は多くの人間を感動させました。第8位、鉄人タイソンの初黒星。統一世界ヘビー級タイトルマッチ、マイク・タイソン vs ジェームス・ダグラス。1990年2月11日。タイソンは後に悪童とかヒール役のイメージが強いボクサーになりますが、子供の頃は気弱でおどおどした少年だったそうです。当時可愛がっていた鳩をいじめっ子たちに痛めつけられているのを見たタイソンは、いじめっ子たちをその場で殴り倒したといいます。そしてそこからタイソンの不良人生が始まります。非行を繰り返し、少年院に入り、仮釈放されの繰り返しでしたが、13歳でボクシングに出会い、タイソンは変わっていきます。カスダマトに教えを受け、アマチュアの試合で KO の山を築いていきます。五輪出場は逃しましたが、プロに転向してからも連戦連勝、史上最年少の20歳でヘビー級タイトルを獲得します。そして3団体を統一する偉業を成し遂げます。1988年の3月には、東京ドームのこけら落としとしてタイソンは来日し、試合をしています。この時はトニー・タップスを相手に防衛戦を行い、2ラウンド KO 勝ちで圧勝しています。この辺りがタイソンの全盛期だったのではないでしょうか。トレーナーの玉とは他界してから、タイソンは公認のトレーナーであり、タイソンの私生活においても重要な存在だったケビン・ルーニーを解雇し、マネージャーのビル・ケイトンをも解雇してしまいます。ここからタイソンは私生活の理解者や支えを失い、自制が利かなくなってしまいます。タイソンの2度目の来日となったのは、1990年2月、統一ヘビー級タイトル7度目の防衛戦でした。相手はジェームス・ダグラスです。29勝4敗1分け1無効試合のレコードで、WBC3 位、WBA4 位にランクされている選手ですが、試合のオッズは42対1とタイソンは圧倒的に有利でした。タイソンはこれまで37戦全勝 33KO と怪物的なレコードです。試合の焦点はタイソンが何ラウンドに倒すかとみんな思っていました。しかし試合が始まるとダグラスのジャブがよく当たります。リズムもよくスピードのあるパンチをヒットさせていきます。タイソンが懐に飛び込んでくるとすかさずクリンチでしのぐダグラス相手にタイソンはなかなかリズムをつかめません。2ラウンドにはダグラスが右のカウンターをヒットしタイソンをぐらつかせます。3ラウンドもダグラスはカウンターをヒットさせタイソンにダメージを与えます。タイソンはどうしてもダグラスのジャブをかいくぐって中に入れません。いつものように体を小刻みに振る動作も見られません。5ラウンドにはタイソンの左目が腫れてきます。無敵のタイソンのこんな姿は見たことがありません。しかしこの時点でもファンはそれでもタイソンの強打が爆発して倒してくれるさと信じていたと思います。それに応えるようにタイソンは8ラウンドに右アッパーでダウンを奪います。ダグラスはカウント9で立ち上がり、そこでゴングとなります。ゴングに救われたダグラスですが、この時のレフリーのカウントは長かったと議論になり、
ロングカウント事件としてボクシング界に語られていきます。インターバルで回復したダグラスは9ラウンド、タイソンをロープに攻めます。完全に効いているタイソン。それでも目を離しながらも前進するタイソン。そして迎えた第10ラウンド。ダグラスの連打を浴びてタイソンがダウン。衝撃的な光景でした。マウスピースを拾い上げ、必死に立ち上がろうとするタイソン。無敵を誇ったマイク・タイソンがもがきながら、それでも勝つことに対して諦めない姿勢には感動を覚えました。しかしダメージは深く、レフェリーが試合をストップします。歴史が変わった瞬間であり、タイソンの波乱に満ちたボクシング人生の始まりでもありました。第7位、モンスターレフトが誕生した試合。WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ。西岡俊明 vs ジョニー・ゴンサレス。2009年5月24日。西岡選手はデビュー当時から次期世界チャンピオンと言われながらも、苦労に苦労を重ねてようやく王座を掴んだボクサーです。初めての世界挑戦でタイのウィラコに判定負け、1年後の再戦では引き分けで惜しくもタイトルを逃し、3度目の対決が組まれますが、怪我で延期になってしまいます。怪我を治療し、ブランクから明けての3度目の対決の引き分け、4度目の対決で判定負けを喫してしまいます。それから4年半、西岡選手はひたすら5度目の世界挑戦の機会を待ち続けます。そして2008年9月、ナパーポン・キャッティ・サクチョーチャイとの WBC 暫定スーパーバンタム級王座決定戦に判定勝ちし、世界タイトルを獲得します。そんな西岡選手が迎えた2度目の防衛戦。相手はメキシコの爆撃機の意味を持つハードパンチャー、ジョニー・ゴンサレスです。この試合は入札となり、敵地メキシコでの試合となりました。日本の長いボクシングの歴史上、敵地で世界タイトル防衛に成功したのは渡辺二郎ただ一人です。しかも相手のゴンサレスは本場アメリカでもビッグマッチを行っている選手で、40勝6敗のレコードを持っています。この試合、メキシコではゴンサレス有利が圧倒的で、ゴンサレスの次の試合まで組まれている状況でした。西岡選手はチャンピオンにもかかわらず、完全にかませ犬の立場でリングに上がったわけです。リングに上がった西岡選手にブーイングが飛びますが、西岡選手は集中している様子でした。1ラウンド目から積極的に仕掛けるゴンサレスに、立ち上がり緊張からか硬さのあった西岡選手は不用意にパンチをもらい、ダウンを喫してしまいます。しかしダウンで目が覚めたのか、続く2ラウンドからはいつもの動きが戻ります。そして迎えた3ラウンド、西岡選手はメキシコのファンの度肝を抜きます。サウスポーの西岡選手はやや右にステップしてからの左ストレート一発。ゴンサレスは大の字にキャンバスへ沈んでいきます。見事なクリーンヒット。なんとか立ち上がったゴンサレスですが、レフェリーはそのまま試合を止め、西岡選手の KO 勝ちとなりました。肩車され、雄たけびを上げる西岡選手。そのあまりの喜びようが、いかにここまで緊迫した状況であったかを物語っていました。後に西岡選手はある番組で、生きていて雄たけびを上げることなんてないじゃないですか。あそこまでの喜びはもうないんじゃないですかね、と語っています。この試合は WBC のベスト KO 賞を受賞しています。メキシコの人気選手ゴンサレスを一発で沈めたその破壊力に、メキシコでは、その日からモンスターレフトと西岡選手の左を形容するようになりました。ギリギリの緊張感の中、初回にダウンを奪われてからの逆転 KO 勝ちは、西岡ファンにとっては感動と興奮を与えてくれた試合でした。第6位、戦い続ける石の拳。WBA 世界ミドル級タイトルマッチ1998年8月28日。ウィリアム・ジョッピー vs ロベルト・デュラン。デュランは70年代にデビューしたパナマ人のボクサーです。ライト級で世界タイトルを獲得し、無類の強さを見せつけます。日本でもガッツ石松の挑戦を受け、10ラウンド KO 勝ちを飾っています。その後ウェルター級に階級を上げ、シュガーレイ・レナードに判定勝ちし、2階級制覇を達成。さらにスーパーウェルター級、ミドル級も制覇し、4階級で王者になります。レナードやハンズラとともに80年代の中量級を盛り上げた立役者の一人です。
一度引退してからカムバックする選手は多いですが、デュランは戦い続けます。そして47歳で再び世界王座に挑戦するのです。デュランは101勝 70KO13 敗という凄まじいレコードを持っています。一方チャンピオンのジョッピーはアメリカ出身の黒人選手です。22勝 19KO1 敗1分けとかなりのレコードを誇る27歳の選手です。両者の年齢差は20歳あり、デュランが初めて世界タイトルを獲得した時、ジョッピーはまだ1歳でした。デュランはこの試合に勝つと全階級通じて最年長世界タイトル保持者となる試合です。しかし試合が始まるとデュランに全盛期のパンチのスピードやフットワークは見られません。カウンターを合わせるのがうまいデュランですが、得意のカウンターも見られません。ジョッピーのスピードについていけず、1ラウンドからパンチをもらってしまいます。続く第2ラウンド、デュランは頭をつけての打ち合いに挑みますが、やはり王者のパンチを浴びてしまいます。そして3ラウンド、立て続けに王者の連打を浴びてしまいますが、デュランは倒れずに手を出します。しかしラウンド終了直前にレフェリーに試合を止められてしまいます。試合後のリング上でジョッピーはデュランのコーナーに行き言葉を交わします。ジョッピーにとってもデュランは憧れの選手だったと語っていましたので、敬意を表してのことなのでしょう。デュランは2001年まで戦い続け引退を表明します。彼を戦いに向かわせるのは何なのでしょうか。一説では滞納した税金を払えないからという話もありますが、それだけではないでしょう。もう一度栄光のチャンピオンベルトを巻くんだという気持ち、そして挑戦し続けることに意義を感じているのかもしれません。戦い続けるデュランの背中にかっこよさと一抹の寂しさを感じた試合でした。気持ちにね、すごい惑わされると思うからね。